の動画の芝居のりょうとサザエでございます。僕はね、自信をつけちゃいました。君に勝ってからというもの。なんだっけ。ペペロンチーノ。ああ、昔やりましたね。料理といえば、俺と芝優のね、量にはやっぱ圧倒的な差があるというか、できるできないって感じでね、見られると思うんですけど、ペペロンチーノだけを練習したらね、上手くなって勝っちゃったわけですよ。ありましたね。美味しさ勝負で。やっぱそれ特化で練習したら、練習した人の方が勝てるんだなってことが分かったので、それが自信になりまして、はい、これはどうなんでしょうっていうものが僕の中であって、で今回はね、りょうさんじゃなく、さらに敵も強くして、難易度もりもりでいきたいなって。はい。それがですね、練習した素人 VS お店で売ってるクロワッサン対決。なんでクロワッサン選んだの。できたらかっけえ。かっけえけどさ、なんで敵をお店にしちゃったの。できたらかっけえ会の中でできそうって思っちゃったんよ。パンの中でもクロワッサンって割とわけわかんなくない。で、わけわかんないのは何も知らないからなだけだと思って、まあ確かにそれはある。僕の中では根拠もなく持論があったんですけど、料理なんて図工なんですよ。言いたいことわかる。図工と運ね。そう、書いてある。いや待って待って俺の持論に入ってこない。勝手に書いてある通りにやれば誰だって同じもんができるんですよ。それがやっぱ料理だと僕は思ってるんで、はい、素人レベルで言うとね、パンもそうなんじゃないかなって思ってるんですけど、正直やったことがなくてわからないんで挑戦してみたいなってことで、全くパンを作ったことのない僕と、全くパンを作ったことない芝優とでパンばっか作っとるお店の人と、パンたくさん食べてる僕が見ればいいわけですか。まあそうですね、フラットな目でパンを3つ食べてもらって、一番美味しいのはこのクロワッサンだって言ったやつに選ばれたら俺らは勝ち。ほんとそれだけ。いきなりプロ相手にするの。マジで大丈夫。本当に。プロって言ってもここで焼いてもらうとかじゃなくて、普通にお店でただ買うだけ。ああ、なるほどね。あ、じゃあ熱意なく焼いてるってこと。別におのおのあるだろうけど焼いた結果そこ店にあるやつってことか。よくあるお店クオリティってできるのっていう感じかな。なるほど。できるのかね、クロワッサンって。いやそこからなんだよ。全く本当にゼロでしょ。マジで何やんのあれこんななんでこうなる。今からスタートするわけですよ、僕らのクロワッサン修行人生がでもう今から何で作るかとか材料もだし、機械も何も分かんないんで、それもおのおの揃えるとこから。うわー大変だな。勉強、調達、練習ですよ。嫌だ。あんまりやりたくない。嫌だな、パンは。一回が大変だよ。クロワッサン焼けるやつかっこいいべ。まあね、そこは持ち場にしてやるわ。だってもうおのおの練習して、あとはもう発表するだけなんで。もう合わないの。もうここ合わないよ。一緒やな。寄っちゃうやん、そしたら。ここの勝負でもあんだからね。確かに。で一応今回ルールとしては、プロに教えてもらっちゃったら、それはプロの知識とか技になっちゃうんで、人から教えてもらわないとダメです。ただネットとか本とかで知識を集めるのはまあよしとしましょう。やりますか。楽しみだな、成長していく過程が。ちょっとコック棒だけ用意しといて。服装大事だね。さすがに。早速、クロワッサン、プロに勝てるように練習していきましょう。サザエさんチーム、今日から早速勉強特訓していきたいと思います。よく YouTube でいろいろ調べたりするんでね、 YouTube で先生を見つけて学んでいこうと思うんですけど、今回ねこの方々がいます。じゃじゃん、御曹司と友達です。夜にね暇な3人が集まったということで、みんなで見ながら勉強していきましょう。クロワッサンの知識はゼロ。美味しい。この人は本当に初めて出た本当にただただ友達です。重要なのはね、師匠探し。いいですね、見事にサムネがもう分かりやすい。この中から誰を先生にして作っていくのかちょっと考えてね勉強していきます。先生を見つけました。一番最初に表示されていた幸せパン職人のパンレシピというチャンネルの完全攻略、パン屋がお家で作る本格クロワッサン。完璧なタイトルですね。一回勉強します。少し折り込みなど大変ですが、ちょっと待ってください。水温24度、これ大事よ。こういうところに差が生まれる。先生ありがとう。できたわ。完璧だわ。ベースは今の人のね見ながら、組み合わせれるもんは組み合わせて、ペペロンチーノの時みたいにね完全な自分のレシピを作り上げてみたいと思います。実践編、早速ですけど、もうほとんど先生の教え通りに作ってみたいと思います。材料もしっかり準備しました。強力粉、薄力粉、水、バター、ドライイースト、砂糖、塩って感じですね。早速1回目のクロワッサン作りやっていきたいと思います。強力粉 180g に薄力粉 20g を入れます。砂糖 15g、塩 4g。これでまずは混ぜます。はい、混ざりました。ドライイースト 2g、 これを入れて再び混ぜます。今んとこ簡単。そしたらバター 10g をちぎってね細かく入れます。これはもう無塩バターですね。はい、入れまして、水 110g を入れます。ざーっと粉っ気がなくなるまで混ぜていきます。そしたらこの台に出して2分くらいこねます。
あ、いい感じじゃない？めっちゃパンの生地っぽいよ。はい、2分経ちました。この生地をボウルに入れて、ラップをかけてね、電子レンジの発酵モードで1時間発酵させます。これの手動発酵、これですね。発酵をして、30度、1時間。ちょっと初めてですけど、やってみたいと思います。よいしょ。じゃあ1時間待ちます。さあ、発酵が終わりました。まあ、でも膨らんでるか。膨らんでるな。そしたらですね、こいつからガスを抜かなければなりません。あー、結構べちゃべちゃ。思ったよりべちゃべちゃだ。まあまあまあ、いい感じなんじゃないですかね。これを緩めにラップで包みます。そしたらこれをですね、今回はなんと冷凍庫にぶち込んでいきます。冷凍庫で1時間冷やすでもいいんですけど、時間があったら冷凍庫にね、ぶち込んで1日ぐらい経った方が生地が伸びやすいらしいんでね、ちょっと手間のかかる方法でやっていきたいと思います。じゃあまた明日再開しましょう。じゃけんぽん。1日経過しました。続きをやっていきたいと思います。冷凍庫に入れてた生地を冷蔵庫にね、移しまして、いい感じにほんのり硬くなっております。これと、あと、こちらも作りました。折り込み用バターというものなんですけど、バターをね、こういう形にして冷やしてあります。今からこれを使ってね、生地を仕上げていきたいと思います。それではやっていきます。はい、これもう置いちゃいます。でんと。そしたら、真ん中に切り込みを入れます。よいしょ。よいしょ。切れ込みを入れて、で、開きます。ガバッと。四角に伸ばします。両面に打ち粉。さー、こっちにもね、さーっと。これを綿棒で伸ばしていきます。はい、しっかり伸びました。そしたらこの折り込み用バターってやつを折り込みます。バターを置いて、しっかり折り込みますと。OK。これを60センチ ×20 センチに伸ばします。中のバターもしっかりと一緒に伸ばしていくらしい。端っこからバターが漏れた。やばい。これ、ありそうな失敗だな、この感じ。無理やり折り込もう。超ありがちな失敗した気がする。全然四角くなんないし。思ったより全然ならない。で、伸びたんで、この端っこを切り落とします。このバターが入っていなさそうなところをね。で、三つ折りにします。うわー、ちょっと最初これは全然ダメだろうな。1回目の折り込みが終わりました。30分冷やします。この作業を何回もやるんだけど、みんな四角かったんですけど、俺もうビーンって楕円になっちゃってたんで、それがほんとむずいね。もう分かりました、難しさが。結構心折れるな、今のは。痛感しました。今の作業あと2回頑張ります。はい、30分経ちました。2回目の折り込みやっていきたいと思います。2回目の折り込み完了。さっきより全然綺麗にできたわ。そしたらまた30分間冷蔵庫で休ませます。30分経ちました。3回目の折り込み、スピードが大事。うわー、3回目の伸びなさえぐい。先生が言ってた通りだ。はい、3回目の折り込みが終了しました。あるちゃん、あと30分寝かせたらいよいよね、形を作っていきたいと思います。はい、休ませます。3回折り込んだ生地を冷蔵庫で休ませたものです。今からいよいよね、形を成形していきたいと思います。大体こんなもんのはず。で、これをですね、端っこを切ります。バターが入ってないのでね、バターの入ってないところを切って層を出します。これで綺麗な層ができてたらいいんですけど、さあどうでしょう、層は。でも層になってる。いいじゃん。折り込めてる、折り込めてる。そしたらあとは形に切っていく。こうして、まあこれはちょっといろんなサイズ感を試しながらやっていこう。8個の三角形ができました。これを今からね、クロワッサンにしていきますよ。横に伸ばして、縦に伸ばしていく。そしたら巻く。はい、こんな感じ。まあ、クロワッサンっぽいわ。よし。はい、とりあえずできました。そしたら、すぐに発酵させます。二次発酵。ここに入れて、発酵。80分間発酵させます。スタート。よし。これが終わったら、あとは焼くだけ。楽しみ。さあ、発酵が終わりました。いよいよ焼きですよ。あとさっきまでこれめっちゃ忘れてたね。出してみましょう。じゃじゃん。いい感じに膨らんでるではありませんか。マジでいい匂いだな。そしたらオーブンを温めていきましょう。オーブンを予熱してる間に溶き卵をクロワッサンに塗っていきたいと思います。それで塗っていきましょう。巻いた方向と平行に塗っていく。この層の部分には塗らないようにするといいらしいですね。全部塗れました。今んとこ結構クロワッサンじゃない？焼き上がりクソ楽しみ。はい、完了しました。さっそうと入れていく。バッと開けて、バッと持って、バッと入れる。よいしょ。閉じる。14分でスタート。いけー。俺の初クロワッサンまであと13分。できた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 。嘘でしょ。クロワッサンじゃん。すごくない？割かしクロワッサンっぽくできたね。2人を持ってきました。食べてみましょう。ただちょっと小さいのかな、お店に比べると。いただきます。
うまいがちょっとスカスカか。蜂の巣状になってるといいって言いますけど、層が上手にできてないのかな。このパリパリ感は、外側はすごいクロワッサン。お店で買って食べてこれだったら満足できる。ただね、美味しきゃいいわけじゃないんでね。本物と見極めれないものを作らなきゃいけないんで。一発目でこんだけ美味しいのできるのさ、すごいね。あとはどれだけ精度を上げられるか、ご家庭の味の域を出るか、日々勉強、研鑽あるのみ。ということで、最高に美味しい人生初クロワッサンでした。これからも頑張ります。大き橋の向こうにドゥ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 道しるべ。懐かしい。東和馬です。焼きたてジャパン懐かしいな。マジで太陽の手って言ってね、主人公が太陽の手を持ってて、温度高い手でこねるからパンが美味しくなるっていうやつなんですよ。めちゃめちゃアニメのやつ。太陽のへぶUV に気をつけろ。練習1回目なんですけど、頭の中ではたくさん練習しました。大事なのは温度とこねるスピード、これなんですよね。そして運だと思ってます。運よくいい感じの温度で調整できたらなと思います。まずバターを 100g の大きさにカット。完全にここが 100g である。明らか96。いっか96で。クロワッサンはバター練り込みまくりパンっていうことなんですね。実はバターとどう一体化させるかっていうとこですね。もうこれがクロワッサンと言っても過言ではない。15センチの大きさに広げる。クソがめんどくせえ。もうやめてえわ。最初からこのシートで売っとけ。クロワッサン用シートっつってよ。早く溶けろよおい。はい、15センチ ×15 センチのバターシートができましたんで、これを冷蔵庫で冷やしておく。すべての粉を一つに集約。で、ここで水を入れるんですけど、水の温度が重要なんですね。だいたい冬の場合だと30度がいいらしいです。30度の水をね、ティファールで作っていきます。ちょうど30度で僕止めますんで。今10、12度、15、17、25、30！ 30度から35度って書いてあったんで、今が32度。なんでできるのなんでできるんだよ。水を入れていく。で、混ぜます。もっさりしてるね。すごい。ズタ袋にしか見えない。パンに向かってこんなこと言うのはやめましょう。今、爪の間を嗅いだらね、ちょっと臭かったな。ここだけの話ね。じゃあもう手に移行してこねていく。ここを素早くすることによってふわふわになるらしいです。うわーいい工房持ってねえか。パンの専門学校のヤンキーね。まあいいかな。こね終わりました。相当疲れたね。ちぎれにくくなったら OK らしい。いやもういいでしょう。そしたら生地を伸ばして一回冷蔵庫に置くと。どんだけ置くの。ペペロンチーノを見習ってほしい。じゃあこれを冷蔵庫で30分置きます。焼きたてジャパン解除で、発酵が終わりました。おー25センチ ×25 センチに広げる。もう料理は数学みたいなもんなんだな。こんなん製図と一緒。こんぐらいでいいだろう。そしたら先ほどのバターをぶち込んでいきたいところ。いけた。そしたらこれをこういくんですね。完成。そしてここからこの生地を4つ折りっていうのを2回やるらしいですね。それでクロワッサンは層になってるんだな。ここマジで丁寧にここ1回目、はい、折りました。折りましたと。もう1回これいくらしいです。マジいきます。うわ、もうこれもうブリトーじゃん。完全にチキンブリトーじゃん。もうブリトーでもいいか。もう折ります。はい、 OK。 そしてこっちも折りますと。そしたらもう1回これをバグーン。こちらの折って折りまくった16層の生地、これをまたもや冷蔵庫で発酵させていく。見てー。30分スタート。冷蔵庫で30分後。おー、なんか見た目が違っているが 50×20 センチに広げていく。だいたい50センチ伸びたんで、この端っこをね綺麗に切っていくみたいですね。全然綺麗に切れないよ。綺麗に切れないからもうこのままやるよ。いよいよね三角を作っていくと。これもんでしょ。いきます。はっこれがクロワッサンの素。30度のオーブンって言ってたんですけどないんで、風呂で30度の暖房をつけてそこに放置します。発酵部屋にやってきました。予備暖房。ぬるい。これは発酵するぜ。ここに置いて意味がわかんない絶対違う。25分今から発酵させていきたいと思います。発酵しろよ。
はい、25分経ちました。何が変わったのかわからない。そして最後にこれ塗っちゃう。あと焼くだけよ。230度12分お願いします。焼けました。ドアーいいんじゃない？おー、どうなんだ？形が崩れちゃってるけど、本番はね、いい形のやつ出せばいいんで、問題は味ですよ。いただきます。いや、うまくないか？うまいけど大丈夫？これちゃんと層にもなってて、カリカリからのふわふわですよ。いや、でもまあ、課題分かりました。もっと隅々まで卵塗る。バターが崩れないようにもっと丁寧にやる。あと、温度とかは意外と全部いけてたな。いや、できるんかい。とんでもない面白失敗を見せたかったけど、無理でした。本番に備えます。第1弾のクロワッサンを作った次の日なんですけども、最高のコンディションで出すために冷凍したクロワッサンをきれいに解凍する方法も学ばなきゃいけないと思ってね、今日はそれをやっていきたいと思います。うちには最強のバルミューダ君がいますんで、これを使っていきましょう。開けてここにぶち込む。そしたら冷凍しておいたこのクロワッサンたちをね、ほいっといってこい。いい感じ。来ました。解凍完了。うまそうやん。これをね、食べてもらいましょう。皆さん、集合してください。そういう動画じゃないんだって。集合って言わなかった？加速が揃ったんだもん、3個。綺麗な動画なの見て。すごい、めっちゃいいじゃん。いこれをぜひ食べてください。ただきまーす。めっちゃあったけえ。普通に買ってきたやつみたいだけどね。これめっちゃあったかくね。ね、めちゃくちゃうまいけど。あ、解凍してなんか雰囲気変わったかも。いい感じだな。めっちゃ綺麗よ。めちゃくちゃうまいけど。大絶賛だな。クロワッサンかと思ったら大絶賛だったのか。じゃあ今のところいい感じ。クロワッサン、貴重な意見ありがとうございます。これからも頑張ります。クロワッサン第2弾を作っていこうと思います。生地作りの方はもうほぼ同じということで、変わったとこだけね、紹介しようと思うんですけど、脱脂粉乳とか牛乳を入れた方がいいってことで、材料に脱脂粉乳 6g を追加しました。実際食べてみてちょっとね、物足りなさもあったんで、これはいいと思います。今同時に生地をもう3つ作りました。脱脂粉乳を入れた第2弾の生地。そしたらこれを伸ばしていきます。よし、いい感じ。で、これも前回と変わったポイント、この霧吹きをね、かける。いい感じ。よし、2回目終了。さあ、3回目。スペイン対ドイツを観戦しながらのパン作りです。めちゃくちゃいい感じ。最後の折り込み終了。あと30分休ませます。さあ、いよいよ形を作っていきますよ。スペインゴール見てなかったー。今日一日ずっと応援してきて、やっと応援してるチームがやっとる場合か。はい、できました。これを80分間発酵させます。さあ、準備ができました。奥の2個、これがね、今回最高傑作じゃないかなって感じ。早速焼いてみましょう。いってらっしゃい。14分。ゴー。さあ、焼き上がりました。出来栄えはどうか。じゃじゃん。うまそう。いやー、なんか形がな、こういうちょっと変な風に広がっちゃってるのもあるし、ここもね、一番いいなって思ったやつ、ちょっとここめくれちゃったりしてるな。これじゃまだ出せないな。課題は生地の伸ばし方。もっと伸ばす。次も頑張ります。はい、練習3回目です。今回は折り込み用バターとは別にこの段階でここバター入れるパターンもあるらしいんですよ。これでいってみたい。ここでバター入れちゃいます。これで混ぜちゃう。もうさあどうだ。日本がコスタリカに負けました。悔しい。パンも焼けました。パンも敗退。これはひどいですね。2回目撮影せずに作って、3回目の挑戦で色々趣向を変えてっていうのでやってたんですけど、オーブンの設定間違えまして、レンジだけで予熱をさせるはずなのに、そこからパンを入れてしまって、こんな焦げました。どうですか？コーヒ甘くて美味しいパンをコーヒーって売りましたね。でも本番近いんで、あと1回練習して本番行きます。なんやかんやありまして、ついにラストチャレンジ。提出物のパンを作る時間がやってまいりました。マジでね、時間かかりすぎて本当にね、試せる回数が少ない。というのもね、生地を1時間でいいところをあえて1日置くみたいな、クオリティにこだわった作り方やってるからなんですけど、生地を作るのにもね、12時間以上余裕でかかるので、ここで失敗したら、もう後がない。超真剣に、丁寧に、ミスなくやっていく必要がある。頑張ってやっていきます。こちらが今回の生地と折り込み用バターです。粉まぶして、生地置いて、切り込み入れます。
こをね素早くやっていく。丁寧かつ素早く親指でガッと開く。で打ち粉を中にまぶして広げていく。はい、そしたらここにバターを入れます。でしっかりとバターを閉じ込める。ここが超大事。ちょっと前回ここ伸ばし損ねたんで、もうちょっとしっかり伸ばそう。そしたらもったいないけど両端を切り落とします。 OK。 そしたら霧吹きしてしっかりと折り込む。いいと思います。間違いなく過去最高だ。30分置きます。さあ2回目の折り込みやっていきたいと思います。3回目スピード勝負。よし、冷やします。さあいよいよ形を作っていきますよ。緊張の瞬間、まずは伸ばす。よし、こんなもんでしょう。そしたらもう形をいよいよ作っていきますよ。いけるかな。緊張するわマジで。バターのないところを切ります。そしたら切っていきます。はい、この6個でいきます。形を作ってここに乗せていく。よし、できました。もうあとはやることはほぼないですね。上手に焼き上がってくれることを待つのみ。発酵して焼きます。発酵が終わりました。形やいかに悪くない、いや最高かもしれない。さあ焼きますよ。スッと開けてスッと入れる。14分いってこい。ゴー。頼むー。本番ようまく焼けてくれ。お願いします。朝5時半。ふざけんな。もうね、真面目に丁寧に作る、これだけっていうことが分かった。まずね、最初に太陽の手を作成した方がいい。じゃあ太陽の手できました。8分の発酵が終わりました。普通のどん兵衛だったら3分だと思うんですけど、これは8分発酵させるんですね。ちょっと手間がかかってる。いただきます。うまい。まあ今んとこ順調なんですけど、ちょっと層が甘かったですね。四角形にするのが結構苦手みたいですね。普通クロワッサンは3つ折りかける3回で27層なんですけど、今回は442でいきます。つまり32層。これはふわっふわサクサクですよ。クロワッサンは層っていう意味なんですよ。調べてないですけど、おそらく層っていう意味。今回ね、最強の1個を提出すればいいということで、この生地の中のシャトーブリアンを抽出します。希少部位ですね。パンには希少部位がある。抽出していく。こんないっぱいある生地のここの部分だけシャトーブリアンですね。すごいよこれは。究極のパン。やばい、1個かもしんない。シャトーブリアンなんでもう1個にかけるわ。よし、いくぜ。こちらがクロワッサン界のシャトーブリアンです。壊れとるー。あかん、シャトーブリアン逃した。シャトーブリアン頼むよ。ねえ、ちょっともう1個シャトーブリアン作ります。この1枚の三角が究極の生地、シャトーブリアンである。このパンの生地から1枚しか取れません。やばい、くっついてる。頼むってー。これ以上争いを生むな。もうやばい、あと5分で集合時間。全然間に合わなかった。朝4時からやるべきだった。巻いていきます。おらもうこいつだけです。この1匹だけで勝負。こいつがどう転ぼうとしたことではない。でも俺の珠玉が詰まっているはず。この1個が生まれました。これで勝負します。終わったー。ボリューム間違えてるよ。間違えてないよ。間違ってるって。むしろ足りないぐらいだよ。もう上がってるから言っていいけど、キックボクシングの、ね、練習期間でもうドンカムしてしてたね。で、なんと今日キックボクシングして俺の今日という日歴史的だよ。で俺も芝居もね頑張ってきましたんで、はい、今から3つ出して食べてもらうんですけど、はい、純粋にね味で勝負したい。正直分かっちゃうと思うよ、見た目で。だけど味だけでね評価するとお約束します。お願いします。じゃあ今から順番にね完全ランダムで持ってきますんで、まあ、1番2番3番どれが美味しかったかを最終的に決めていただくということで、はい、じゃあ少々お待ちください。結構練習しましたやっぱり。4回丁寧に練習しました。1回にかかる時間えぐい。3時間ぐらいは余裕でかかるんで。あ、そうなんだ。3時間だとお前なめてんのか。もっとかかるの。3時間だとこんなつもりで食うやつには食わせんぞ。もっとかかるんだ。本当だよ。ちっちゃいクロワッサンはさ、袋にパンパンに詰めてさ、重さで測るようなやつあるじゃん。あれ1個何十円90円とかね。ちっちゃいなんて余計大変じゃん。すごい少ないすごい。いや、あれ1個2800円です。お待たせいたしました。はい、1つ目のクロワッサン、はい、こちらです。おー。これが
さすがにうますぎるな。めちゃくちゃ形綺麗だ。美味しそうと言えますね、見た目でも。見た目からサクサクしてる感じがしますね。はこれでも味ですもんね。味ですはいね。匂い、味、テイスティングしてみてください。ちゃんとしっかりこうバターの香りが。する。おー、うまそう。パン屋さんみたいな本当に香りするねこれ。これが鉄芝のどっちかだったらちょっと感動するね。ね。あおー、これこれ。ええやん。こんだけこぼれるの本物だよ。あ、これはうまいじゃん。絶対にうまい。しかも中身はしっかりともっちりとしていて、外刈り中持ちですよ。いただきます。いただきます。美味しいじゃない。美味しいです。良いですね、本当に食感が。これはまるでお店みたいだな。うん。お店のクロワッサンを食ったかのような満足感がある。クオリティがね、高いですね。なんかあんまり文句のつけどころがない。じゃあ、あと2個出てきますね。覚えておいてくださいね。はい。ただのクロワッサンでこれよりうまいっていうのは分かるのですよね。ね。割と上振れしてるくらいのパリパリさというか。いやでも僕ヨーロッパで断るごとにクロワッサン食ってきたんですけど、あっちのクロワッサンもっとうまいんだよ。へえ。だからまだまだクロワッサン界にも上はあるからなるほどね。全然上が来る可能性はあるね。2つ目のクロワッサンやっていきます。はい。こちらです。マジ？めっちゃやばいやばいやばいやじゃばい。さっきのかこれかどっちかは哲也が作ったやつだもんね。ん。ね、面白いかもしれない。俺は？さっきお店って確信したけどそうじゃない可能性が出てきたもんな。めっちゃ見た目いいじゃん。大きさもヨーロッパ仕様だ。パン屋さんが130円150円で売りそうな大きさでもあるしな。うん。なんかまあもちろんパンの匂いするんだけど、さっきのやつの方がしっかりバターの匂いがしたかも。うん。おー。確かにね、さっきの方がなんか焼けてる匂いというかさ、火がよく入ってんのかなっていう感じがしたね。いただきましょうか。これは楽しみだな。うわ、すごい。すごい。いただきます。あ、軽っ。さっきのも軽いね。柔らかい。美味しい。好みもあるかもしれないね。バターはさっきのが強かったです。これはなんかもう本当に朝ごはんのパンみたいこれ2個目でした。はい。じゃあラスト持っていきますね。どうしようね、3つ目もまともだったら。な。ね、意外とパンっていうの簡単というか、その瞬間だけ満振りすればいいってことなんだもんね。そうだね。 3つ目のクロワッサン、こちら。おー。ドンクや。ドンクだ。ドンクだ。ちっこ。 3人で分けるともうちょいでかい方がいいよね。でも形はしっかりしてるね。普通にしっかりしてる。でもなんかオーブンの火力足りんかったんかなみたいな焼き肉だよね。バターロールみたいな。この匂いしないかもしれないです。そんなことないでしょ。ああ、小麦。本当だね、バターの匂いしないね、これ。もうちょっとこの辺とかくしゃくしゃってなってる。本当だ。ケツ穴みたいな。クロワッサンで勝負だって言ってるのにこれを持ってくるかな。まあちょっといただきます。ああれ、バターロールか。バターロール。バターロール。で、匂いもバターロール。いただきます。いただきます。ます。うん、サクサク感深いんややまずいバターロール。そうだね。初めてパン作った人だ。はい、ということで以上3つ、鉄芝、そしてお店のやつが出揃いました。はい。 3人の意見が共通だったらまあそれでいいんですけど、もしバラバラだったらまあ話し合っていただいて順位を決めていただきましょうかね。まずは順位3位から聞いていただきましょうか。はい。はいまあ3位はね、ケツ穴バターロールです。はい。ケツ穴バターロールっていう名前のクロワッサンがあったんですか？ 3番のやつですよね。はい、はいまあこれは即答できますね。 1位を発表してもらいましょうかね。好みもあるかもしれないけど、単品で1個クロワッサン食ってくださいって言ったら僕はバター強い1個目のやつが美味しいなと思いました。食べたところなのか、すっげえ苦かったのよ。焦げちゃってて。あ、1？ 1。はいはいはい。で、まあ別に食えんことはないけど、美味しいかなと思うなら2なのかな。おーい。じゃあもう俺が決めるようなもんになってるよ今。じゃありょうさんに1位のクロワッサンの番号を言っていただきましょう。本当好みですからね。お店の人も怒らないでほしいし、哲也もそんな悲しまないでほしい。あれ？ケツ穴は違う、まだどれが誰かまだ何も発表してないからね。ケツ穴確定です。発表します。僕が一番美味しいと思ったクロワッサンは2番です。2番のうん。クロワッサンはお店のです。正直分かってはい分かってはいたんだけど、やっぱね、焦げてた。ちょっと。そうだね。でも本当そこぐらいだな、欲しいのは。1のサクサク感は本当にすごかった。そうだね。お店その面ではね、2番より良かったんだけどね。
ね。ザクザクパン僕も好きでしたね。たくさん作って食うとこまでやったんですけど、お店のやつを全然見てなくて、今日お店のやつと対峙した時に「お前マジか」デカデカのブリブリじゃねえかよ。あれはやばいよね。2えぐい。いややばい。あれ技術力高いんだ。あれやばい。ケツ穴バターロー。ケツ穴バターローって言うな。何番だよ。カチカチやったぞ。いや火力が足りんかったか。今まではうまくいってたんですよ。1回目とかは結構おおっていうのできたし。あー、ベスト出なかったんだ。出なかったっすね。でも今回ちょっと初チャレンジしたのが442で折ったんですよね。フォーメーションみたいなのないそこのフォーメーションじゃん。で32層をちょっと作ろうと思ってぐだっちゃって失敗したかな。哲也のお店クオリティだった気がするけど。美味しかった。ありがとうございます。クロワッサンさ、結構むずい方らしいね、パンだと。あって思うと、なかなかいい感じでできたんじゃないかな。ー、いや、良かったですよ。いや全然なんかね、あそこから焼いてきてるから柔らかいね。ね、マジで2800円取るよ。労力あり時げない。間のかかり方えげつない。意外とお店のものだって思ってるね、家庭じゃ厳しいでしょって思ってるものも意外と挑戦するとこんぐらいになるってことが分かりましたね。当美味しかった。ガンガン挑戦してね、当館親のパン担当哲也ということで。ほらいいんですか、そんなこと言ってしまって絶対にトンしますよ。ツイッターのプロフィールに特にクロワッサン作りみたいな。あ、書いていいですか？書いちゃっても全然いいんじゃない？書きます。今度はじゃああれだな、チョコがこう織り込まれてるやつ。メイプルみたいな。かけちゃってである甘いやつ。ハムとチーズもいいしね。ね。ああ、間挟んでるね。何個トライしたけど軽石みたいになったんですよ。意味わかんない。プロと戦ってほしいものあったらまた言ってください。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ごちそうさまでした。